というわけで、オックスアウトです。今日は音楽の話をしていこうかなと思ってて、いろいろ僕音楽のサービスのアンバサダーとかもやっていて、3つぐらいエピデミックサウンド、アートリスト、ミュージックベッド、これらを使っているんですけど、それ以外にもちょこちょこねメジャーアーティスト、それこそ著作権で、管理されてるような音楽っていうのも過去に何回か使ってるんですよ。でその動画を見てくれた人がこれってどうやって許可取ってるんですかとかっていう風な質問もねたまにいただくので、それをねどうやって可能にしているのかっていうね話をしていきたいなという風に思います。でやっぱり普段からね聴いているようなお気に入りのアーティストの曲っていうのが動画で使えたらそれは楽だと思うんですよ。そもそもクオリティ高いですし探す手間っていうのもないのでそれらの音楽って実を言うと使えなくはないんですよ。YouTube でいくつかの制限があったりちょっとリスクっていうのがあるので、今日はねそれがどういったものなのかっていうのを皆さんにお伝えして、それを理解した上で皆さんの判断でね使うか使わないかっていうのはちょっと考えていただければなというふうに思います。はい、じゃあね、まずその YouTube 上で著作権で保護されているコンテンツ、音楽とか映像、これがね使えるようになる仕組みっていうのが、コンテンツ ID って呼ばれるものになります。でこれがどういうものかっていうと、あらかじめそのコンテンツの権利を持ってる人たちがそのコンテンツ ID っていうデータベースに、取り扱いのポリシーっていうのを登録しておくんですよ。で、そのねポリシー、これどういったものがあるかっていうと、もう単純に使えるか使えないかです。で使えないってされた場合はもうこれもどうあがいても使うことができないのと、あとこれねもう一つこの使えるっていうケースでもうちょっと注意しなきゃいけないのが、視聴者さんの国によって使えるか使えないかっていうのが変わったりもするんですよ。っていうのも音楽のこの権利っていうのはこの国ごとによって管理してる人たちが違ったりするので、例えば日本の視聴者さんは見ることができるけど、例えばアメリカの視聴者さんは見ることができないとか、そういったケースもあったりだとか、あとねもう一つこれちょっとレアなケースなんですけど、デバイスによってね違うとか、例えばスマホは OK だけどパソコンはダメだとか、そういったのもあったりします。僕らがその動画をアップロードしたタイミングで、YouTube が僕らの動画の中に使われている音楽とかを解析するんですよ。でそれをコンテンツ ID に照合をかけて、でそのポリシーっていうのが僕らの動画に適用されるっていう仕組みになってます。でね、そのポリシーで許可してもらえる場合、これねなんで許可してもらえるかっていうと、僕らの動画にはね広告が挿入されて、で広告の売り上げの一部っていうのがインセンティブとして僕らに入ってくるっていう仕組みになってるんですよ。でこの僕らに入ってくるインセンティブっていうのをその使った音楽の権利を持ってる人に著作権料として納めることによってそういったね許可をもらえるっていうようなそういうねビジネスモデルになってるんですよ。なので僕らはね自分たちで作った動画で、その広告料インセンティブっていうのをね得ることができなくなっちゃうんですけど、それでも使いたいっていうことであれば一応使えますっていう風になってます。でそのポリシーが何がどうあってもYouTube 上でこれは使っちゃダメですって、言ってるようなものであれば、もうそれはね、どうあがいても使うことはできません。なので必ずそういった音楽を使って、動画を作る場合っていうのは、その動画編集を始める前に必ずYouTube のコンテンツ ID っていうのにねこれが使えるか使えないかっていうのを問い合わせしてください。じゃないと完成した後にこれアップロードしてノーって言われちゃうと、これもう一回一から全部編集やり直しっていうことになっちゃうので、そういった音楽をね使う場合っていうのはまずそれを最初に確認するっていうことをね本当にね気をつけてください。どうやって事前に調べるかっていうと、これね以前はYouTube のね管理画面の方からね調べることができたんですよ。でアーティスト名とか曲名とかでね検索してあげるとどういうしてポリシーになってるかっていうのがね確認できるっていう、そういったツールがあったんですけど、今ねそれがねYouTube のクリエイタースタジオからだとたどれないようになってるんですよ。っていうのも昔のその管理画面から新しいそのクリエイタースタジオっていうところにいろいろYouTube 機能を移植してるじゃないですか。今後その新しいバージョンになるまではYouTube のクリエイターガイドの方にもとりあえず一旦音楽っていうのを非公開状態でアップロードすることで確認できますよっていう風にも書いてあったので、それで今はね調べるのが一番確実じゃないかなっていう風に思います。でね、あとねもう一個やっぱ注意しなきゃいけないのが、これっていわゆるその YouTube のコンテンツ ID
ID の仕組みの中だけで許可されてる話なので、例えばその動画っていうのをインスタグラムだったりだとかツイッターだとか、そういったようなものに上げるっていうのは、これはね基本的にはやっぱアウトになっちゃいます。 YouTube の場合はコンテンツ ID でその広告収益費がいくから許可されてるって話になるんですけど、ツイッターとかインスタグラムとかFacebook とかその他いろんなプラットフォームあると思うんですけど、そこにはねそういう仕組みがまだ確かほとんどない。海外にはね一部そういった機能があったりするものもあるんですけど、日本ではねまだねないんじゃないかな。確かあんまり多くなかったと思うので、なのでちょっとね危ないと思います。それは著作権違反になっちゃう可能性があるので、あくまでこの YouTube にだけ上げるっていうことで、OK とするのであれば、著作権で保護されている音楽っていうのを使うことができます。これもう一つリスクとして考えられるのが、これね今は使えるかもしれないけど、将来にわたってその要はポリシー、これ使えますよっていうような著作権を持ってる人たちのポリシーがずっと同じかどうかっていうのは分からないんですよ。下手すると1ヶ月後2ヶ月後とかにやっぱダメとかって今言われる可能性もねもちろんなくはないんですよ。なので最初に動画をアップロードして、収益化できないけど OK ですよっつって、でも収益化は今のところ考えてないし、じゃあ使ってみようっつってで頑張って編集して、1ヶ月後2ヶ月後彼らのポリシーが変わったので、その楽曲の音楽部分カットしてくださいとか、動画取り下げてくださいみたいなね話に、僕はねちなみに過去には一度もそういったことになったってケースはねないんですけど、なくはないっていうね、そこはちょっとね十分ご注意していただければなというふうに、思います。はい、ということで、まとめると、まず著作権で保護されているお気に入りのアーティストの曲は使えるか使えないかっていうのは、これはコンテンツ ID 次第になります。まずその音楽を、アップロードしてみて、で YouTube 側で、どう、ジャッジされるか、コンテンツ ID にどう判断されるかって、これを見てください。でそれが OK だよっていう話なんであれば、収益化はできないっていうことを肝に銘じて、使うか使わないかっていうのを皆さんで判断してくださいと。はい、でその動画っていうのは、YouTube 以外のところでは基本的には使えないと思っててください。で将来にわたってずっと使えるかどうか、これはわからないっていうのもまたこれもね一つ頭の隅に入れとかなきゃいけないことかなと。なのでそういったねリスクとか、制約っていうのはあるものの、僕はね最初のうちはねそういった自分のお気に入りの思い出のあるね楽曲っていうのを動画で使うっていうのは、これありかなというふうには思います。 YouTube をね始めて間もないっていう人なんかは意外とこの再生回数とかにね伸び悩んだりする人もいると思うんですよ。でもやっぱそういったねメジャーアーティストの楽曲の力を借りることによって再生回数を伸ばす、いろんな人に知ってもらう機会を作るっていうこともできると思いますし、あとやっぱりね日本の動画クリエイターの方は、やっぱ視聴者さんっていうのは日本人の方が多いと思うんですよ。でそういった場合だとやっぱ邦楽を使える可能性があるっていうのはね、これ一つやっぱでかいかなと。シネマティック Vlog ってミュージックビデオと近いところもあるので、例えばねその動画の中の一つのこのストーリーラインを組み立てる上で楽曲のねそういった歌詞、そういうところから要は物語を組み立てていく、どういった映像をそこに当てはめていくのかっていうのをね組み立てることができるので、どういう構成にしたらいいのかわからないっていうケースなんかでも、そういったね楽曲の力を借りるっていうのもね、これは一つの手だと僕は思います。でそういったやり方に慣れてきて、例えばYouTube って収益化できるのも登録者数が1000人以上とか、一定のこのラインがあるじゃないですか。収益化の見込みも立ってきたっていうところで音楽サービスと契約してマネタイズの方にねちょっと踏み込んでみるとか、そういった流れがね一番いいんじゃないかななんて、僕実際そんな感じでやってたんで。はい、というわけでね、今回はその、コンテンツ ID の話だったんですけど、次回以降は僕がね使ってる音楽サービス、そういったものをね紹介していければなというふうに思います。YouTube のマネタイズをするっていう以外、例えばそのウェディングだったりだとか、そういったねお仕事として映像を撮るっていうケースにも使えるので、ただそれもやっぱどれが向いているとか、あとはその金額費用感を見た時にコスパがいいのか悪いのかとか、楽曲のクオリティっていうのはその音楽サービス、どれが一番いいとかっていうのは正直言いづらいものの、特徴っていうのはねなんとなく傾向はあるかなというふうに思っているので、そういったところもねお伝えして、皆さんもちろんその全部契約できるっていう方は、契約してもいいとは思うんですけど、まだねちょっとそこまで収益化の見込みが立ってない中で、全部契約するのは難しいっていう方には、じゃあどれが最初一番いいのかなとかね、そういうのはケース別にちょっとね今後お話ししていきたいなというふうに、思います。
はい、じゃあね、今日は以上となります。今後はね、カメラ以外の話、例えばこの YouTube どうやってやっていけばいいのとか、これまでやってきたことっていうのを、最近 YouTube を始められた方向けにね、僕で伝えられることっていうのは、いろいろお伝えしていきたいなというふうに思っているので、気になる方はね、チャンネル登録と、ベルボタンをね、はい、押してもらえればなというふうに思います。はい、じゃあ以上になります。今日はどうもありがとうございました。ピース。なんで最後の最後でお前らなるねん。